こんにちは、司令官コンスコンです。今回はついにですね、今年の1月から皆様にお約束しておりました新型ダイハツハイゼットカーゴ試乗をしてまいりましたので、その模様をお伝えしたいと思います。今回はいつもの私のナレーションよりもこのハイゼットの車内でごちゃごちゃ喋ってる様子、これをつないだものをお送りしたいと思います。一応視聴者様にあらかじめご理解いただきたいことがあります。このチャンネル、エブリィ機動部隊という名前からもわかるようにエブリィのチャンネルなんです。ですのでどうしてもエブリィびいきな思考で語っておりますので、よろしくお願いいたします。さて、ここで私の昨年11月10日仙台ハイゼットカーゴ試乗の時の印象を駆け足でおさらいしてみます。ボディの剛性感、フロア床の振動の周波数が、決して不快なものではない。ペラペラ感が皆無ですね。シートの座り心地ですね。シートのサイズ、表面のタッチ、エブリィのシートも私的には最高ですが、このハイゼットのシートも素晴らしいですね。乗り心地です。エブリィの方がもっと突き上げきついです。これはエブリィよりもいいです。ここからですね、街中高速道路、そしてワインディングロードですね、しっかりですね感想を述べていきたいと思います。 S321V 型の先代のハイゼットカーゴのシートと作りが全然違います。体重とか座り方、体格によって全然シートの印象っていうのは100人いれば100人違うので、私はこれを、いい悪いと断定するつもりはないんですけども、単純に大きさが違うようです。仙台ハイゼットカーゴのシートがお気に入りの方がこの新型 S700V のシートに座ると多分違和感感じると思います。かなりですねシートがちっちゃく感じますね。コストダウンされてるような気がしますね。これが第一印象です。第一印象その2として、ステアリングの遅いなと。なんかね、ステアリング切っても反応遅れが大きいというか、これね悪いことではないんですね。長距離走ったりするとやっぱり敏感に反応するステアリングよりかは楽だと思うので、2点言いました。シートが座り心地が変わりましたと。それから、ステアリングの反応がちょっと遅いステアリング、そんな気がします。他の気づいたところとか、語っていきたいと思います。ショックの受け止め方、いなし方がちょっとエブリィに近い気がしますね。なんかフロントがやっぱり柔らかいのかな、これ。とにかくエブリィによく似通ってる感じがします。今回から、FR 用のとしては初のと言われてる CVT、相当コストがかかってるであろうこの CVT が新採用されてます。で、加速がいいとかスムーズとかっていう評価が多いんですよ。巷で言われてるほどのなんか感動はないですね。結構CVT 本体からの音がガーッと入ってくるんで結構うるさいです。私のエブリィも全然うるさいんですけども、それと比較してもうるさいぐらい。はい、Sレンジ入れました。ダメだこれ。ステアリングが感触が曖昧。
悪くないです。走れなくはないんだけど、面白いか面白くないかって言ったら先代の方が面白いですね。全面衝突のことを考えれば新型の方が絶対いいんですけど、そこいいやっていう人だったら、先代の方がいいかな。ですね、街中で走っていく時のフィーリングなんですけども、CVT は、どんどん加速してっちゃうってこともないし、ちゃんとエンブレも効いて、アクセルだけで加減速が調整できるかっていうとできるタイプですね。はい、この辺は悪くないと思います。ではここから、新東名ですね、120キロ区間に行ってみたいと思います。加速はいいですね。エブリィよりはちょっと静かかな。高速直進性はすこぶる良いですね。これは驚きだな。118キロ。先行車が多すぎてあんま出ないね。ちょっと緊張を強いられますね。100超えると怖いな。箱版の物理的特性の限界を感じるね。あんまり生きた心地しないです。で、手が汗びっちょりなんか感じ。高速を100キロまでので直進してる限りはこのフィーリングがいいんですよ。まっすぐ動く走るし。だけどこうやってね、こういうなだらかなワインディングロードを、走ってる時とかシャイーンっていう音がすんごい入ってきて、これが心地よくない。新型ハイゼットカーゴはノイズ部分は割り切って諦めた作りのようですね。割り切りといえばリアシート、そしてはめ殺しのリアウィンドウ。荷室容量を寸法に振り切った作りにした結果、使えない鉱石になっていましたね。そして割り切りの話はまだあります。お聞きください。今日一日乗ったんですけど、ノイズの問題だけじゃなくて、どうもエンジンが、高回転まで回すと温度上がっちゃうんですね。こういう回転上がると、気のせいだろうとずっとね、無視しかとしてたんですけど、もう今はっきり分かりました。加速すると暑いです。フロア、床ですね。床なんか真夏の海水浴場みたいな暑さ、砂の暑さみたいな急激な加速の時の出る熱は諦めてるんですね。そこは割り切った作りになってます。もちろん私はこういった作りを否定しているわけではありません。
割り切った分だけしっかりといいとこがありますよ。どうぞお聞きください。エブリィに比べるとすごくね GT カー的なんですよね。100キロ巡航もまっすぐ走っていくし、どっちかというとコンフォート、乗り心地も良くてしっかり感もあってまっすぐ走る感じっていうのはあったと思います。コストとの兼ね合いのところで K1 ボックス版っていうね100万円台の前半で売る車としてはもちろん最大積載量350キロ積んでもちゃんと走んなきゃいけないわけですよ。その上で何かこうなんかレブがってきたなんかね退屈してくるんですねこの車。悲しいから。これは SV321 にはなかった特徴ですね。首が抜けました。あと2チェックにいやーでですね、これからレンタカーのお店に帰るんですけど、もう山の中走って帰ろうと思ったんですよ。いわゆるねワインディングロードはね走っていこうと思ったんですけど、なんかねあんまり走りたくなくなっちゃって、もうこれから高速乗って帰ります。なんかねあんまりこれワインディング得意じゃないんで、高速巡航の方が得意なこの子にはやっぱり高速乗せてあげようかなという感じで、意外な結果になっちゃいましたね。はい。どうですか、今回の新型ハイゼットカーゴ試乗。新型はおそらく衝突安全性が強化されているはず。ここは絶対に新型の方がいいです。そして新たに CVT を採用することによって先代モデルにも備わっていた美点、乗り心地の良さ、そして直進安定性がより強化されました。ある意味良いところをしっかり伸ばした正常進化のモデルチェンジと言えるでしょう。しかしながら私はとても気になった部分があります。それはあまりにも割り切りが徹底しすぎていること。一体この割り切りすぎはどこから来ているものなのか。私はこう考えました。2026年に迫る厳しすぎる騒音規制フェーズ3、そして2030年導入の同じく厳しすぎのカフェ方式燃費規制。今回の新型はもしかするとこの2つの規制をクリアすることは視野に入れていないのではないかと。つまりこの新型はわずか4年で開発費を回収して販売は終了。こう考えなければあまりに割り切り部分が多すぎる今回の新型だなと私には思えるのです。皆さんはどうお考えになりますか？今回の動画のお味はいかがだったでしょうか？司令官コンスコンでした。次回エブリィ起動部隊9月以降のアップとなります。おっさんは生き延びることができるか？